親は親らしく、教師は教師らしく振る舞わなければならない。人形は人形らしく、でも28年生きてきて最近どうしようもないくらい不死だらな妄想ばかりしてしまうの。不死だらってどんな？前は男の人を見るとただたくましいなとか、筋肉が女と違うとか、目線が面白いとか、喉の形が見慣れたものと違うとか、手とか、そういった私と違うところに関心があったけれど、今はその体がどうしてそんな違うのか、何がそんな私と違う形にしているのか、男と女の役回りの違いを意識しちゃって、そんな荒々しい男の体に触れたいって妄想ばかりしてしまうの。妄想ぐらいいいじゃない。でも私って正直だから、そんな妄想してるのが顔に出ちゃうのよ。人形はずっと目を見開いて微笑んでいるものよ。顔に出ていることなんてないわ。私はあなたの横にいるけど、一度だってそんなこと気がつかなかったわ。あなたが気づかないにしても、世界にはそれぞれの役回りってものがあって、その意識が私の顔からこの卑猥な妄想を嗅ぎ取って罰を与えようと睨んでる感じがするのよ。あなたがこの家に住んでいる限り、誰もあなたに危害を加えないわ。今まで一度だってそんなことなかったじゃない。罰っていうのは外部からの直接なものではないのよ。人や動物が私を見るその目を通じて、私自身の道徳が私を卑下するの。分かったわ。あなたは外的適応ではなくて内的適応の問題を話しているのね。あなたの立ち振る舞いはとにかく心理的に人形としてらしからない思いを膨らませることが不便で、さらに外的振る舞いとの相反する思いがストレスになっている。でも今の社会には残念ながらその悩みをうまく解消する術はないわ。あなたは内側に秘めているものを外に出してしまえば、社会から不適切なレッテルを貼られてしまう。現代社会を生きるには外面が大切よ。外環境が要求する適切な対応をクリアしていくことが今の世の中。反乱がビートされた昔とは違うよ。つまり私のこの悩みは現代では解決できないっていうことなのね。昔はあなたと逆の心と社会が反発なく感じられた人こそ苦しかったのよ。時代が変わって今度は私たちが精神的な苦しみを味わうのよ。そしてまた反逆精神のイデアが爆発する。その時は戦争よ。でもこの悩みは最近感じるの。私は生まれからの反逆精神を持った気違いではないわ。そうね。あなたの年齢から言って28歳の女は性に多感よ。それでもあなたのようにその悩みにしがみついて完璧でないことを恐れる精神を持つ正義感があるとき、気づくと反乱の種になってしまう。心理的価値観、社会の行く先、人の心と脳の構造が複雑に絡まってしまった最悪のタイミングでパンドラの箱を開けてしまえば終わり。あなたにとっての救いは今まさに私たちと話せたことなのね。どうかあなたの心がいつか報われる日が来ますように。そう神に祈るわ。アーメン。